皆さんこんにちは。知ればもっと旅が楽しくなる交通の世界へようこそ。本日は中東の真珠とも称される美しい国カタールの首都ドーハにやってまいりました。気温50度の灼熱の砂漠を走るスターウォーズに出てきそうな地下鉄、実はこれ日本の電車なんです。莫大なオイルマネーを持つ中東の国カタールはなぜ数ある強力なライバルの中から日本製を選んだのでしょうか。今回はオイルマネーと日本のインフラ輸出の知られざる裏側を徹底解剖します。それでは出発進行です。外の気温は2月ということもあってそこまで暑くないですが、今日私たちが乗車するのはそんな灼熱の砂漠の地下を涼しい顔をして駆け抜ける最新鋭の都市鉄道ドーハメトロです。現在私はアル・アジジア駅の構内にいます。近未来的なデザインの白いアーチが連続する非常に洗練された空間が広がっていますね。電光掲示板にはアラビア語と英語の両方で行き先が鮮やかに案内されています。これから私たちが乗車するのはドーハメトロのゴールドラインラス・ブ・アブード行きの列車です。いよいよ車内へと足を踏み入れます。見てください、この車内空間。ゴールドクラブと呼ばれる最上級クラスです。まるで飛行機のファーストクラスにいるかのような、あるいはスター・ウォーズの宇宙船の中のようなため息が出るほどの豪華な空間です。白い革張りの独立したシートが並び、ヘッドレストも大きくゆったりとくつろぐことができます。このドーハメトロは完全自動運転のため運転席というものが存在しません。その代わり前面の大きなガラス窓からは吸い込まれるような地下トンネルの景色がダイナミックに広がっています。列車が滑らかにアル・アジジア駅を滑り出しました。さて、列車が順調に走り出したところで本日のメインテーマに入っていきましょう。今日のテーマはオイルマネーと日本インフラ輸出のビジネス戦略、そしてなぜこの気温50度に達する過酷なカタールの砂漠で日本製の電車が選ばれたのかについてです。実は現在私たちが快適に過ごしているこの車両は日本の近畿車両が製造したものなんです。中東の産油国が国家の威信をかけて建設した最新鋭の鉄道になぜ日本の技術が採用されたのでしょうか。そこには単なる車両の売り買いという枠組みを超えた壮大な国家戦略とビジネスの駆け引きが存在しています。まずはオイルマネー時代の日本製インフラというビジネスの全体像から順番に紐解いていきましょう。湾岸地域の産油国は莫大な石油や天然ガスの輸出によって得た膨大なオイルマネーを保有しています。しかし彼らも未来永劫化石燃料だけに頼って国を維持していけるとは決して考えていません。いつか必ず来る資源の枯渇や世界的な脱炭素化、カーボンニュートラルの流れを見据えて自国の経済を多角化し資源依存からの脱却を図ろうと現在必死に取り組んでいます。そのための最も重要な手段の一つが都市インフラや交通インフラに対する巨額の投資なんです。一方で我らが日本はどうかと言いますと、ご存知の通り資源に極めて乏しい島国です。特にエネルギーの輸入に関しては中東地域への依存度が非常に高く、日本の原油輸入のなんと約9割以上をサウジアラビア、アラブ首長国連邦、そしてここカタールやクウェートなどの湾岸産油国に頼り切っています。東日本大震災以降、国内の原子力発電所の稼働が停止した背景もあり、化石燃料への依存度はさらに高まり、中東へのエネルギー依存度はむしろ以前よりも強まっているのが現状です。液化天然ガスにおいてもカタールは日本にとって非常に有力で欠かせないサプライヤーであり、長期的な契約を通じて強固な関係が継続されています。逆に言えば日本にとって湾岸諸国という存在は単なる貿易の買い手や売り手という関係をはるかに超えた日本のエネルギー供給の生命線を握る絶対的に重要な戦略的パートナーなのです。この関係を深くそして強固に維持しなければ日本の生活や産業は立ち行かなくなってしまいます。ではオイルマネーを持つ国々は具体的にどのような投資を求めているのでしょうか。先ほども少し触れましたが、湾岸諸国はオイルマネーに依存した財政構造からの脱却を掲げ、観光、金融、物流、製造業など経済の多角化を目指しています。その基盤作りのために都市交通、空港、港湾、電力や水といった高度なインフラ整備に対して惜しみなく巨額の資金を投じています。ここカタールにおいてもこのドーハメトロや空の玄関口であるハマド国際空港など都市交通やハブ空港への投資を極めて戦略的に進めてきました。特に2022年に開催された FIFA ワールドカップに向けてそのインフラ整備は国家の総力を挙げて加速されました。このように豊富な投資資金を持ち高度なインフラを必要としているオイルマネー、そして
国内市場が縮小していく中で、海外のインフラ市場を新たな成長の源泉にしたいと願う日本企業。この両者の利害が完璧に一致する場所こそが、インフラ輸出という巨大なビジネス市場なのです。日本政府は2009年頃から、このインフラ輸出を国家の成長戦略の重要な柱として格上げし、官民が一体となって、海外での受注を支援する体制を本格化させてきました。ここで日本は世界に対して質の高いインフラを掲げて殴り込みを行いました。ここで言う質の高いインフラとは、単に建設にかかる初期費用が安いということではありません。故障が少なく長持ちするため、数十年という長期間で見た時のライフサイクルコストが安いこと、環境性能や省エネ性能に優れ、地球環境に優しいこと、そして高温や地震、洪水といった災害や過酷な自然環境に対する圧倒的な強靭性を備えていること、最後に利用者の安全を何よりも優先し、ダイヤ通りに動く安定した運行を約束すること、これら全ての要素を満たすものが日本の考える質の高いインフラの定義です。つまり初期の建設費用は他国に比べて少し高く見えるかもしれないけれど、トータルで見れば絶対に安いし安心で確実ですよという明確なポジショニングですね。単なる価格競争力という点では圧倒的なパワーを持つ中国や韓国に対し、日本はクオリティの高さ、長期にわたる安定的な運営へのコミットメント、そして官民が連携した手厚い金融パッケージ提案で明確な差別化を図る戦略をとっているのです。さて、ここまで国レベルの大きな戦略についてお話ししてきましたが、列車は順調に地下空間を進んでいます。ここからはもっと具体的な実務の話に入っていきましょう。このような国家規模の巨大な都市鉄道プロジェクトは一体どのようなプロセスを経て建設する企業やシステムが選ばれるのでしょうか。まず最初のステップはマスタープランの策定とフィージビリティスタディ、つまり実現可能性の綿密な調査です。将来どれくらいの人がこの鉄道を利用するのかという需要予測、かけた費用に対してどれだけの便益があるのかという分析、最適なルート案の選定、地下にするのか高架にするのかといった建設方式の決定、そして 100% 公費で賄うのか、あるいは官民連携スキームを使うのかといった資金調達の枠組みを検討します。ドーハメトロの場合、ドイツ鉄道のエンジニアリング部門などがコンサルタントとして参画し、技術仕様やトンネルなどの構造物は120年もの寿命を持つように設計するという非常に高い要求水準を定義しました。次に事業スキームと資金調達の詳細な設計を行います。デザインビルドと呼ばれる設計と建設を一括で行う方式に加えて、その後の運営までを委託するのかどうか、また莫大な費用がかかる車両を運営会社が保有するのか、公的機関が持つのか、リース会社を利用するのか、そういったビジネスの骨格を固めます。それが終わると事前資格審査が行われます。この巨大プロジェクトを任せるに足る十分な技術力と財務力を持った企業やコンソーシアムをあらかじめ絞り込むための非常に厳しいプロセスです。そしていよいよ入札、提案依頼という段階へと進みます。厳しい審査を通過した各社は分厚い仕様書に基づき、システムの構成、車両の詳細な仕様、信号や通信の仕組み、土木構造物の設計、数十年先までのライフサイクルコスト、そして現地の企業や人材をどれだけ活用するかといったローカルコンテンツなどについて緻密な提案書を作成し提出します。発注者は安全性や信頼性、性能、環境への適合性といった技術点と建設コストや運営維持費といった価格点を総合的に評価し、優先交渉権者を決定します。そして優先交渉権者と全ての条件で合意に至ってようやく契約締結となります。では具体的にドーハメトロでのケースを紹介しましょう。ドーハメトロはカタールの首都ドーハとその都市圏を結ぶ都市高速鉄道として2019年に華々しく営業運転を開始しました。レッド、グリーン、ゴールドの3つの路線があり、総延長は約 76km、駅の数は37にも上ります。方式は運転士のいない完全自動運転で、最高速度は約時速 100km で走行します。運行自体はフランス系の事業者が関わる合弁会社が20年間の運営保守契約を結んで行っていますが、車両、信号、通信、電力、線路、ホームドア、トンネル換気といった鉄道の根幹をなすシステムの一括パッケージは日本の誇る企業連合が見事に受注しました。三菱重工、三菱商事、日立製作所、近畿車両、
そしてフランスのタレス社からなる強力なコンソーシアムです。当初の契約では3両編成が75本でしたが、その後追加の発注があり、最終的に110編成、合計330両もの車両が納入されました。彼らは単にシステムを納入しただけでなく、最大20年間という長きにわたる保守サービスも請け負う契約を結んでいます。車両を製造したのは日本の近畿車両です。アルミ合金で作られた車体に、先ほどからご紹介しているゴールドクラブ、そしてその後ろに連結されているファミリークラス、さらに一般向けのスタンダードクラスという3クラス制を採用しています。ファミリークラスはイスラムの文化に配慮し、女性や子供が安心して乗れるように設けられた特別な空間です。そして何より目を引くのが、アラビアの馬であるアルファラスをモチーフにしたというスピード感と知性を象徴する戦闘形状と伝統的な模様をあしらった内装デザインです。この卓越したデザインはレッド、ドットや IF といった名だたる国際的なデザイン賞を複数受賞しています。では、なぜ数ある強力なライバルの中から日本製の車両とシステムが選ばれたのでしょうか。理由は大きく分けて3つの側面に整理できます。1つ目は技術的な要因です。近畿車両と三菱商事のタッグは、このドーハメトロの前に、ドバイメトロ向けに車両を納入していました。さらにエジプト向けにも、約1600両もの車両を供給してきたという圧倒的な実績を持っています。すでに同じ湾岸の砂漠気候で、日本製のメトロ車両が実績を上げているという事実が、技術的信頼性の裏付けとして非常に大きかったのです。また、車両、信号、通信、電力からトンネル換気に至るまでを一括で提供し、さらに20年間の保守までを引き受ける契約を提案できたことも決定打でした。高度な自動運転システムを過酷な環境で安定稼働させ、長期にわたり責任を負える体制を提示できたことは、発注者であるカタールレールに大きな安心感を与えました。加えて、アルファラスのデザインのように、単に日本の車両を輸出するのではなく、現地の文化や価値観を鉄道デザインに見事に落とし込む能力を示したことも、インフラを国の顔として重視する湾岸諸国にとって重要な要因でした。2つ目の理由は、ビジネス、経済面での要因です。価格競争力で勝る中国や韓国に対し、日本は初期費用ではなく、耐久性や省エネ、故障率の低さを含めたトータルコストでの優位性をアピールしました。故障やトラブルによる社会的コストを極端に嫌うオイルマネーの国々にとって、初期費用が多少高くても信頼できるインフラを選ぶことは極めて合理的な判断だったのです。そして3つ目の理由は政治と外交の力です。日本とカタールは1972年の国交樹立以来、LNG や原油の長期取引を通じて互いの経済発展に貢献してきました。日本はカタールの主要な顧客であり、カタールは日本のエネルギー安全保障に不可欠なパートナーです。この長年の深い信頼関係が鉄道案件において日本案を受け入れやすくする政治的背景となりました。さらにカタールはワールドカップに向けて世界に誇れる公共交通を求めていました。日本製メトロはそのショーケースとして最適な選択肢だったのです。まさにカタールのオイルマネーと日本の質の高い鉄道インフラが完璧に結びついた象徴的案件と言えます。さて、長々と解説してまいりましたが、間もなく目的地のラス・ブ・アブード駅に到着します。地下のトンネルを抜け、再び近未来的な明るい駅のホームへと列車が滑り込みます。今日乗車したこのドーハメトロの旅を通じて、単なる移動手段としての鉄道の裏側に隠された壮大なドラマを感じていただけたでしょうか。最後までご視聴いただき、本当にありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。